こんにちは。一般社団法人不登校ひきこもり予防協会代表の杉浦です。今日は創業40周年を記念して、6年後の不登校ひきこもりの9割は治せるというテーマでお話しさせていただきます。不登校ひきこもりの9割は治せる。公文社から出版して6年経ちました。私は学生インターンから成長した竹村にフリースクール高卒支援会の理事長を引き継ぎました。今は一般社団法人不登校ひきこもり予防協会を設立し、長期不登校やひきこもりの相談に対応しております。私たちの支援を受けた子どもたちは高校を卒業して公務員になったり、大学に進学して就職の内定を得たりしております。今回はライターの小山美香さんとともに彼らのその後をインタビューしてもらいました。支援がなければ引きこもりの生活がずっと続く危険性があります。今すぐ行動を起こすことが大切です。未来を変えるための一歩を踏み出しましょう。この動画が不登校や引きこもりに悩む皆さんにヒントや希望をもたらすことを願っております。では今回著書に出ているハルト君、実名も公表しております。佐藤翔太君を交えてお聞きください。ではどうぞ。はい、翔太君よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとプロフィールのおさらいということで、ちょっとお話進めていきたいと思います。小学校の時から野球のクラブチームに所属して、キャプテンを務めていて、はい、そのたまたま佐藤君がすごく活躍した時にスカウトの人が見に来ていたっていう、そうですね、始まりましたよね。はい、でそこで佐藤君がすごく活躍したのを見て、スポーツ推薦で私立高校に入学したんですよね。はい。でスポーツ推薦で、最初はその野球部でやるつもりで満々でいたと思うんですけれども、で春休みからもう練習が始まったんですよね。そうですね、はい、入る前から。で春休みから始まって、でちょっとなんかあれ違うぞみたいな感じに、その時からなったということですよね。はい。はい、普通のみんなが勉強している校舎とスポーツ推薦の子たちが通う校舎がなんか違ったということでしたよね。そうですね、全然違う場所にありましたね。で春休み中からものすごいハードな練習でちょっと心が折れちゃった。そうですね、はい。折れましたね。はい、どんな感じの練習だったんですか？でもシンプルに基礎練って感じですね。走り込みと筋トレっていう器具使ったタイプの筋トレと、もうあとはもう本当素振りみたいな、本当基礎的なトレーニングばっかみたいな感じでした。でも朝早くから夜遅くまでだったんですね。そうですね。朝何時から家出たの何時ぐらい？ちょっと駅が遠かったんで、起きるのが5時とか6時ぐらいで、向こう着くのが7時とか、そんぐらいで、遅い時は10時とかまでみたいな。夜の10時まで。夜の10時とかまでみたいな感じでした。そうですよね。朝5時6時に起きて帰って10時まで練習。10時に。そうですね、10時まで練習で、帰るのが11時とかみたいな感じで。帰ってくると夜11時。はい。それを春休み中からやって、もうちょっとくじけますよ。ちょっとハードすぎますよね。結構そうですね、きつかったです。それでもう入学して、もう早々にもう学校行かなくなった。はい。ということですよね。それで部活に出ないと学校も教室にもちょっといられない。正直、なんていう、全然来てもいいよっていう雰囲気は出してくれてたんですけど、ただ自分的に行きづらいなってだけなんですけど、それで行かなくなったみたいな感じです。いつ頃から行かなくなったんですか？いや、本当もう入学前からもう本当に入学式から行ってないです。最初から行ってないです、高校は。入学式にも行ってない？行ってないですね。はい。そうなんですね。はい。はい。そうです。はい。それで、もう退学したのが、半年ぐらい。半年後ぐらい。はい。半年後に退学しちゃったんですよね。はい。で、それからは家に引きこもってゲームにのめり込む。そうですね。日々ということで。はい。で、お母さんとかはその時はどんな感じだったんですか？お母さんとか家族の対応っていうの。なんかもう最初は出そうとしてたんですけど、もう半年ぐらい経ってからは、特に何も言ってなかったかな。正直結構記憶があれなんですけど、ただ何も言わないようにこっちの意見を尊重するって言えばよくわからないですけど、そんな感じでした。お母さんに私もお話聞いたんですけれども、お母さんが、翔太が押し入れに入って出てくる。ドラえもんみたいな生活してました。死んじゃうと思ってもう言うの行きましたみたいな言ってました。お母様からはもう5月2日に、もう1ヶ月後にお問い合わせ来てますね。そうですね。だいぶ早めに。相談には。その時多分僕が新宿エルタワーで彼と面談したんですよ。最初。そうですね。で、その時はお母さんと本人が連れられてきて、今の状況、部活の話をよく聞いて、ちょっと厳しいよねって話になって、じゃあ都立移るかって話で、じゃあ移るんだったらこういうやり方があるよって言って、その時ニコニコしててさ、これで、これじゃあ明日から来るのかなと思って、じゃあ明日から来いよって言ったら、そのままさか1年4ヶ月さ、結果的に、引きこもったっていうのを、もうあの時想像しなかったんだよね。結構、ちょっとやると中堅どころに受かるなっていう感覚になったから、これ君頑張れば、要するに8月に、都立高校の第2
学期、天平入学試験に受かるよっていう話して、1年4ヶ月も続いたっていうのはさ、はい、後になってみるとすごいびっくりなんだけど、まあ、そうですね。その辺ちょっとね、まだほら、俺、実は聞いてなかったんだけど、はい、これちょっと、記憶に残ったらちょっと教えてほしいなと思うんだよ。いや、そこら辺の記憶、マジで、全くなんで行かなかったのかっていうのは、もう本当に何も思い出せないです。あ、そう。はい。俺からすると、なんであの時、点数もいや、例えば点数がさ、0点、0点、10点とかだったら、いや、ちょっと、なんていうの、スポーツ推薦で練習もきつい、それで心が折れた、で学力もバカだと自分でなんかちょっと挫折感でいっぱいになって、さらに心が折れてこなかったっていうのは、まあなんとなく想像つくんだけど、あっこから来ないっていうのがもう今でも七不思議なんだよね。私、いや、今聞いてても自分でもなんで行かないのか分かんない。俺もなんかね、自分で言って自信がなくなっちゃってさ、熱いなと思ってさ、俺のトーク間違ってたかななんて思っててさ、まあ、そんなのがありました。でも君がもう記憶がないって言うんだとちょっと話がないけど、まあだから今がそれだけ幸せだってことなんだろうけど。だからちょっと私が当時取材した時の記憶だと、その時はなんか翔太君はちょっともうないなみたいな感じにその時思ったって言ってた気がするんですよね。それではい、ないなっていうか、もうその時はそういうふうに愛想よく愛したけど、はい、もう行かないって決めていたみたいな感じだったと思います。はい。やっぱり嫌われたんだね。あとはもう結構心を閉ざしてたというか、ですよね。なんかもう友達とかもいらないみたいな、なんかそういう雰囲気で。なんかそんなこと言ったような記憶あります。なんかもう今更友達とかはいらないからみたいな感じで、でそれなのになんか1年4ヶ月ぐらい経ってから急にある時お母さんなんか手紙かなんかですよね、暑中見舞いか何かを出して、それはい見て、2017年の9月、本当に1年半後に、1年3ヶ月後に、杉浦がちょいちょいフォローのお手紙とかメールとか。そうですね、大体彼がその約束を破ったその年ぐらいの半年ぐらいはですね、月1ぐらいでお母様に、その後、翔太君どうですかと。半年ぐらいはね、結構メールもちょっと返ってきてたんですけど、1年ぐらい経ったら、なんかポツンポツンとしか来なくて、もうダメだなと思って、本当にダメなメールが来まして、僕、文面は覚えてないんですけど、先生、もういろいろメールいただきたいんですけど、佐藤翔太はいなくなったと思ってくださいみたいなね。お母様から。お母様から。いやもう相手にもうね、私もなんかもういろいろ疲れちゃいましてみたいなね、すごい疲労困憊のメールが来て、相当なんかもうこいつも本当にどうしようもなくなっちゃったんだろうなって思ったんですよね。だけどなんか僕はその最初のやっぱり初対面で彼のポテンシャルは感じてたんですよ。いや本当にそれ冗談抜きで、こうなったからなんかこう後講釈でポテンシャルがあったところじゃなくて、本当にポテンシャルを感じてて、お母さん大丈夫ですよっていうメールを差し上げたことは覚えてます。でその後大倉がなんていうの、高卒支援会の方にもう一回再就職っていうか小学校の教員辞めてうちに帰ってきた時に、こんな生徒がいるんだよねっつって、お前ちょっとフォローしてあげてくれよと、見込みがあるからもう一回ちょっとフォローしてみなよということを指示をしたのを覚えて、だからもう本当に僕からするとなんていうのかな、ちょくちょくその1年ぐらいはメールしてて、あと1年後ぐらいになったらお母さんがそういう、なんていうのかな、もうこの子は存在がないみたいな、そういうその全部なんか人格を否定するような、諦めたことになったんだな。お前もだから随分そのひどい1年ぐらいひどかったんだと思うんだよねっていうのを覚えてます。はい、なんかお母様にそのお話を聞いたときは、結構家でお母さんの肩を揉んでくれたりとか、お手伝いとかはしてくれて、親子関係は良かったっていうふうに言ってた記憶があるんですけど、そのあたりはその引きこもっている間はどんな感じだったんでしょうか。ゲームしてたか、アニメ見てたかしか本当に記憶がないです。でもなんか多分もう出る気がないっていう風に見られて、多分もう諦めてくださいっていう風に多分支援会の方には多分連絡してたんだと思います。もう親子関係がめっちゃ悪くなったって感じではなかったと思うんで、暴力振るったりとかももちろんなかったですし、暴言言ったりとかも多分その頃はしてないと思うんで。中学とかはちょっとあれてたし。それで親子関係は悪くなくて、いい感じでいたけども、お母さんも多分このままずっと家にいるかなぐらい思ってた。まず多分出る気がないなっていう風のを感じたのかはしれないですね。諦めの方が感情的には近いかもしれない。それなのに急に翔太君が行ってみようかなって、その手紙を出見舞いかなんかを見て言ったんですよね。そうですね。なんか急になんか今もうそろそろやばいからみたいな、急になんか気が起きたような、確かなんかめっちゃきっかけがあったみたいな、そんなわけ
お金だったかな、なんか、そんな大倉のメモだでかい企画があってみたいな。と、アルバイトでお金稼ぎたいみたいな。多分そうですよね。なんかお金かみたいな、お金が稼ぎたいみたいな。多分パソコンが欲しかったのかな。でしたっけな。ゲなんかームも飽きて、もうやってたずーっとやってたゲームが確かにやるゲームがなくて、新しいゲーム買うためのお金がないともうないから、アルバイトでお金稼ぎたい。まあ、あとは、高卒認定でいいかな、みたいな。もう今更だし、高卒認定でいいかな。はい。さすがにずっといるわけにもいかないって多分なったんだと思いますね。それはもう自分でそう思ったってことですよね。そうですね。それで1年4ヶ月ぶりに来たということですよね。杉浦先生のところに行った。あれですね。翔太君は最初はなんかこう別に高卒支援会で誰も友達作んなくていいやみたいに思ってるんですね。なんか言ってた記憶あります。はい。あんまりじゃあ他の人とコミュニケーションとかはそんな取らなかった、最初の頃は。最初の方は取る気なかったですけど、途中からなんかいろいろなんか些細なことで喋るようになってから、普通にみんなと仲良くなってったみたいな感じ。企画だったかな。やっぱスキーとかかな。ですよね。あの頃は流行ってたのは、竹村がなんかあれだよね、新しく入ってきたやつに、なんか罰ゲームみたいな自己紹介みたいなやつなんだよな。自己紹介ゲーム。自己紹介ゲームってやったよね。今やってんだかどうか知らないけど、あれ良かったような気がするんだよね。で、うちは投稿すると、いきなり、新入生歓迎みたいな感じで、もう一回30人の前に教壇に立って、ここの教壇に立って、自己紹介をしなきゃいけないっていう。まず、在校生がお手本を3人ぐらい見せてくれて、じゃあ次お前な、みたいな感じで新人自己紹介させられて、で、質問もされるんだよね。なんか、彼女今かとか、はい、好きなゲームなんですかとか、なんか、そういう質問されて、その受け答えしなきゃいけないっていう。僕なんか傍目で見てて思ったのが、本当に佐藤君通い始めた時は本当にもうようやっと来てるっていう感じだったから、こいつにこういう自己紹介ゲームとかさせるのみたいな感じで、ちょっと冷ややかな目っていうか、なんか問題になんなきゃいいな。で、ほら、その時は僕は理事長だった立場があるので、こんなことでなんかいじめだとか、なんか保護者からなんか言われたら嫌だなとか思ってたんだけど、それはそれででも、なんていうかな、こういう引きこもった子っていうのをリハビリさせるためには、ちょっとした、なんて言ったらいいのかな、背中を押すどころじゃない、本当にドンと背中から押さないと、押し出さないと、こいつは才能を開花しないなって思ってたので、目つぶる感じで見てましたけどね、僕。でも佐藤翔太君は、その自己紹介ゲームとかやってて、どんな感じに思ったんですか？人前に立つのは、そんな得意じゃなかったんで、あれですけど、ただ自己紹介するだけだったら、そんな難易度高くないようなことなんで、そんな結構いい試みではあったかな。当時も別に全然そんな気にするようなレベルのことでもなかったです。自分的には。でも今その状況は、俺は傍目で見てると、随分なんか、俺前に出て話すのみたいな。そうですね。自分多分、そう思ってたから、こいつまた翌々日からまた来なくなるんじゃないかっていうふうに、こっちは心配してましたよ。そういう部分で。もう多分あの頃には、もうやめたらもう終わりだとは思ってたんで、なんで何があっても基本的に続けようってスタンスではいたとは思います。であれですよね、佐藤君の場合は、1ヶ月足りなかったんですよね、その在籍日数が。そのがありましたよね。そうですね。それで確かなんか、在籍日数の問題でみたいなのは聞きました。ありましたよね。はい。そうなんですよ。ちょっと僕も鹿島の進級のボタンを押したときに、なんか卒業申請ボタン押せないなってなって、この人に問い合わせたら、1ヶ月在籍足りないですよっていうのを3月20日ぐらいに。でも実際そのおかげで、大学行こうっていう決心がついたのは、1年のおかげで。あの時も就職する気満々だったもんね、すぐね。そうですね、もう、農家に働くか。3月に就活も別にしてなかったんで、逆に1年あってよかったのかなと、今の。最初、高校入ってからの在籍期間が、辞めた学校が7月とか8月とか、そのくらいだったから、1ヶ月そうですね、ちょうどずれました。はい。で、次の年は多分1年丸々引きこもっていたから、在籍してなくて、で、その後の3年ってことですよね、結局。はい、3年で。なので、ちょうど1、2ヶ月だけ足りなかった。そうですよね。たんですね、はい。やっぱりその高卒支援会に慣れていたのに、やっぱりそのスキー合宿だとか、そういうイベントの感じでやったりとか、それが結構大きかったのかなっていうのもあるんですけど。そうですね。みんなでなんか企画するっていうのは、馴染む上でめちゃくちゃでかかったかなとは思います。特に思い出に残ってるのとかあります？やっぱり一番はスキーですかね。毎年のスキーはもう、未だに覚えてるぐらい楽しかったです。5年行ってるもんね。そうですね。行ってる回数も団地な。ね、スキーもすごい上手なんですよね。うまいです、うまいです。とか、運動がやっぱり凄まじくて、うち体育祭もあるんですけど、ドッジボールも剛速球で、もうとんでもない球投げてくるんで、加減もしないですし、
マラソンも大会もめっちゃいつも上位でね、なんか5番目ぐらいに入ってたり、まあ、そうですね。やっぱりスポーツ全般、e スポーツも全部、動かす系は全部前です。竹村先生は見ててどうでした？その、先輩、同級生は卒業しちゃってるんで、だから謎の高校2年生なわけなんですよ、その。そうですね。なんで、後輩からもすごい慕われて、で、里書とゲームをやりたいみたいな後輩がめっちゃ多かったです。で、放課後はほぼ毎日ボーリング。そうですね。後輩連れて水道橋の東京ドームのボーリングに多分ほぼ毎日行っててみたいな。で、夜は後輩連れて e スポーツ。充実してましたね。そうですね。アルバイトとかもしてたんですか？そうですね。最初の方はもう入ってやめて、入ってやめてを、もうめちゃくちゃ短いスパンで繰り返してたんですけど、近所のなんかスーパーの清掃のバイトは多分2年だったかなぐらいはやりましたね。で、そういうふうにやってる間に、就職から大学を目指そうっていう。はい。なんか、どういう心境の変化があったんですか？いや、なんか、そもそもちょっと都会の人が多い環境がそんな得意じゃなくて、で、ちょっと、働くにしても、ちょっと都外に行ってみたいなっていうので、それで農業も興味あったんで、だったら農業大学行ってみるか、目指してみようかなってなって、それで受験勉強を始めたって感じですね。なので受験はもう農大一本で勉強してました。竹村先生はその辺を、なんかそういうフォローというか。とにかくお腹痛くて絶対遅れてくるんですけど、毎日なぜか登校してたんですよね。で、そこが偉いなって思ったのと、勉強してないんですけどしてるんですよね。表現難しいんですけどね。支援会ではあんまりやってなくて。なんかしてないけどしてるんで、本当に最後の最後だけ追い込んでめっちゃ勉強してて、なんかスポーツマン特有の試合前にめっちゃ集中力出るみたいな。集中力はやっぱりすごいあるんですね。すごいあるんで、最後の3ヶ月だけかな、多分本気。そうですね、3ヶ月だけ。こいつ本気だなって感じたのは最後の3ヶ月。で、明らかに受かる気でいるなみたいな感じは感じたんで受かりましたね。本当に自力で勉強してたんで。それで合格した。すごいですね。ありがとうございます。偉いなと思いますね。偉いです。それで大学、北海道ですよね。今、はい、北海道です。北海道どうでしたか？なんか行くことに不安とかなかったですか？正直行くこと自体には全く不安はなかったですね。もう起きれるかの心配だけでした。一人で。どうでしたか？起きれました？最初マジできつかったです。未だにちょっと朝はきついんですけど。でも、起きないとタイム取れないんで。なんとかって感じです。学部はどんな勉強されるんですか？結構実学主義的なところがあって、北海道のキャンパスの方は。実際に動物たちとか、農家とか行って、なんか実践的な農業とか酪農とかを学ぶみたいなのがメインです。でもちょっと最初はコロナで、1、2年の時はコロナであんまりそういうのができなくて、配信オンデマンドでって形だったんですけど、そうですね、実学がメインのキャンパスです。こんな授業が面白かったとか。自分は結局、最初は結構農業つっても食物とかの作物系行こうかなと思ってたんですけど、結構入ってみたら牛とか豚とか使う授業とかの方がもう面白くて、そういうのがめっちゃ印象に残ってます。あれですよね、大学に入る前もなんかインターンみたいなのに行ってましたよね、農家。行きました。あれはそうそう。あれはキャベツ農家さんのところに1週間、10日だったかな、1週間ぐらい行きました。ちょうどこういった寒い時行ってんだよな。そうですね。4月、3月とか、そんぐらいに行って、めちゃくちゃ寒かったですね。発表聞いたの覚えてるんだけどさ。そうしましたね。火事感出て、どうのってさ、それでもやり続けるっていうのを聞いたんで、それで安心して僕らの方も、こいつ本気で北海道行って、なんかお百姓さんというか農家目指すんだろうなっていうのを、僕は感じたね、君の本気度を感じました。なんか向こうに行ってる間に、やっぱり元引きこもりとかの人って、またなんか行きたくなくなっちゃったりとか、そういうことってあると思うんですけど、そういうのとか全然なかったですか？行きたくなくなるってのはなかったですね。確かに人によってはもう一人で、もう本当に人の、それこそ親の目とかがなくなるんで、もしかしたらいるかもしれないなっていうのは思いました。寮かなんかですか？いや、学生しか住んでないんですけど、寮ではなくて一応、マンションに普通にでも寮に近いかもしれないです、自分が住んでるところ。で、親の目とかもなくて、本当に一人でやらなきゃいけないわけじゃないですか。家事とかも全部自分でやる感じですか？そう、でも料理系は、それこそ寮に近いって言った理由の一つとして、食堂が一応あるんで、正直ご飯関係はあんまりしてないんですけど、他のそれこそ洗濯とかそういう簡単な家事は
自分で全部って感じです。で、やりたくなくなっちゃうとか、なんかこう、学校にサボっちゃうとか、そういうこともね、普通のそういう引きこもりの経験した人ってなりがちかなと思うんですけど、全然そういうのはならなくて。まあ、それは、いや、全く行かなかった年ではないですけど、まあ、授業に行きたくない授業に行かないとか、まあ、行ってるんですけど、3分の2出席すればいいんですよ。だから、そのギリギリ出席したいみたいな、そういうのは、めちゃくちゃきっちりとした人間には、まあ、そんな生まれ変わるほどの人間にはなってないですけど。じゃあ、たまにはサボるけど、まあ、そうですね。ちゃんと計算した上で。そうですね。まあ、卒業できるように思っては。なるほど、なるほど。なんか向こうでの人間関係が、お友達とか、はい、はい、そうか、人間関係とかどうでしたか？そうですね。別に全然結構みんなと仲良くやって、まあちょっと正直そんな友達は支援会とかほどは多くはできなかったですけど、まあ今でも遊びに行けますし、あと今研究室入ってるんですけど、その研究室のメンバーとも外食べに行ったり、遊びに行ったりみたいなのをしてるんで、まあ全然こういう関係とか問題なくできてるかなとは思います。それにはやっぱり支援会の時の培ったなんかもの、コミュニケーション力が。そうですね。まあこういう支援会行ってなかったら、まあ全然違った、もう全然友達とかもいなかったかなっていうふうには思います。嬉しいこと言ってくれるよね。まあ、ありがとうございます。本当に。で、それで、見事、就職も決まったということで。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それ決めた、決め手はどこにあったんですか？就職先をですか？はい。まあ、それこそ最初から農業関係に携わる仕事がしたいなとは思ってたんで、まあ、最初はちょっと、その農家さんの下で働くか、それか JA で働くかで絞ってたんですけど、まあちょっと最初はいきなり農家っていうよりかは JA とかでサポートの方の仕事をしてから、ちょっといろいろ考えようかなっていうふうに思って、その JA の方に決めました。就職活動どうでしたか？まあ多分自分はそんな正直あんま苦労しなかった方で、北海道の JA ってちょっとやっぱ人手少なくて、結構もうある程度コミュニケーション取れて動ける人間だったら割と結構積極的に採用されるんで、まあ、結構すぐに決まりましたね。なんかちょっと謙遜入ってねえか。いや、なんか本当にむしろ支援会でも農業興味ある人いたら、で、コミュニケーションある程度取れる人だったら、まあ、北海道の JA をお勧めしてほしいぐらい。コミュニケーション能力をつけるってのは非常に難しいんだよね、教える方からすると。まあでも本当に、まあこうやって話を聞いてて思うけど、やっぱり立派になったなと僕は思いますね。本当に最初の初対面っていうのは私だったもんですから、それで今考えると、本当に随分成長したんだな、本当そう思いますよ。いや、僕も自分で年取りましたし。振り返って、なんか昔の自分にこんなこと言ってあげたいみたいなのありますか？まあ、引きこもってる時だったら、いや、シンプルにさっさと外出ろっていうふうにありますけど。まあ、昔の自分に言うとしたら、いや、まあ、死んでなくてよかったらみたいな。なんか本当にもう、なんか外出るぐらいなら死んだ方がマシぐらいには思ってたんで、まあそうですね。何やかんやうまくやれてるよっていうふうには言うかもしれないです。今引きこもっているお子さんのご両親とか、すごく心配な人とかたくさんいると思うんですけど、そういう人たちに、お父さんお母さんたちにそういう今までの自分の経験からアドバイス、こういうふうに子供に接した方がいいよみたいなアドバイスがあったらお願いします。自分のパターンだと、そんな無理にずっとぐちぐちっていうか、まあずっと言うよりは、まあ子供の好きにさせるのもまた一つなの。でもまあ正直、もうちょっと自分はもう親に申し訳なさが出てきてた面もあったんで、出るときに。だからまあなんか子供が愛情注がれて育てられてるなっていう、気持ちがあれば、まあ子供はおのずとか、まあちょっと時間は自分はかかりましたけど、出るんじゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱり親の愛情を感じてたから、出れたっていうのは。まあそれはあると思います。それから杉浦先生とか竹村先生の力とかもすごく大きかったと思うんですけど、その辺はどんな風に感じてますか？そうですね。もう正直多分支援会来なかったら、もうどうなってたのか想像もつかないぐらいなんで、もうこんな、まあ未だにちょっとちょっと不甲斐ないというか、至らない部分はありますけど、こんな風に育ててもらったっていうのは、感謝しかないですね。以上です。杉浦先生と竹村先生も、どうですか？泣けてきますね。ちょっと僕年いっちゃったんで、なんか今の話聞いてね、本当にね、泣けてくるよね。そこまで言ってくれてありがたいっていうふうに思うと、本当に巡り合わせだと思うんだよね。
本当にたまたまっていうのもあったと思うんですけど、でもこういう子がいっぱいいるわけですから、今。で、それで考えたら、やっぱり佐藤君みたいに、実名挙げてね、朝日新聞も出てますし、あと俺と一緒に多分参議院会館でね、議員とも会ったりとかして、いろいろ連れ回したと思うんですけど、そういう体験っていうのをね、ぜひね、他の人にも知ってもらって、そして、ちょっと勇気をもらえればいいなと思っておりますね、僕は。その朝日新聞で実名で、顔も出して、私の意見みたいなのを出したのは、あれはすごくインパクトがあったと思うんですけど、それについては、なんかやることに対して不安とかなかったですか？思い切りがすごいなと思ったんですけど。別に正直何も考えずに出てきました。それがもうただ何も考えてなかっただけです、あれは。正直言うと。結構自分の意見をマスコミで外に出すっていうのは本当にすごい勇気もいることだったと思いますよね。すごい、いろんな人がきっと勇気をもらったんじゃないかなと思います。そうだと願ってます。JA に就職して、でまたそれからいろいろプランもあるかと思うんですけど、将来の夢というか、こんなことをやりたいとか、そういうのがあったら教えてください。正直ちょっと明確にもう絶対するっていうわけではないんですけど、自分で農場を持って、いいね。っていうふうには、ちょっとやってみたいなっていうまだ気持ちはありますね。いいね。正直今後次第ではあるっちゃあるんですけど、そういう気持ちはまだちょっとあります。取材ありがとうございました。佐藤君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お父さんやお母さんがですね、しっかり子供たちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自立し、社会に貢献する未来を実現しますというですね、長期的な考え方で進学を考えるのであれば、ちゃんとしっかり社会に役立つような人材に育てられます。ぜひ、不登校や引きこもりで悩んでいる方いらっしゃいましたら、お問い合わせください。